はいどうも、直樹です。この ACPR 売券解説シリーズの目標は、ACPR の売券に興味があるけど、何をどうすればいいかわからないという方や ACPR の売券でどのように勝てばいいかわからないという方がエボや CEO 卓、フロスティファウスティングなどの世界大会で1位の売券使いになることです。優勝したら直樹のおかげで優勝ができたってコメントしてくださいね。さて、前回は売券の解説をするロードマップを説明してきましたね。今回は格ゲーを初めてプレイする方にフォーカスをして超基礎編をご紹介します。まずレバーの持ち方になります。もちろんゲームパッド、いわゆる一般的に家庭用ゲームを遊ぶ際のコントローラーで遊ぶ方もいらっしゃいますが、ゲームセンターでは基本的にレバーとボタンを操作して遊ぶことになります。なので、ゲーセンデビューする場合はレバー操作が必要になることが多いです。僕もそうだったのですが、まずレバーの持ち方がよくわかりませんでした。そこでまずはレバーの持ち方をご説明したいと思います。これが最適解という持ち方はないので、自分で実際に操作してみてしっくりくるものを選んでください。選び方の基準としては波動拳コマンド、売券で言うと 236K の畳と、昇竜拳コマンド 623P の用指示と、あと 9N6 の低空ダッシュが左向きと右向きの両方で入力しやすいものをおすすめします。それでは僕が知っているレバーの持ち方をご紹介します。同じ持ち方でも人によって微差があるので、そのあたりは割愛します。一つ目が通称つまみ持ちです。親指と人差し指、中指がボールに触っている感じの持ち方です。僕の周りを見る限り、この持ち方が結構ポピュラーなのかなと思います。ちなみに僕もつまみ持ちです。二つ目が通称かぶせ持ちです。レバーを親指と人差し指、中指、薬指で包むような感じの持ち方です。三つ目が通称ワイン持ちです。手のひらを上にしてスティックを中指と薬指で挟む持ち方です。僕が格ゲーをやり始めた時の持ち方がこれでした。当時は KOF をやっていたのですが、中指と薬指の間に水ぶくれができたのでやめました。四つ目は通称梅原持ちです。基本的にはつまみ持ちで薬指と小指でレバーを挟むという形の持ち方です。プロゲーマーの梅原さんがこの持ち方をしているみたいです。五つ目は通称サコ持ちです。基本的にかぶせ持ちで、小指を盤面に置く持ち方です。こちらもプロゲーマーのサコさんがこの持ち方をしているみたいです。僕が知っている持ち方は以上になります。他にも持ち方があると思うので、ご紹介したレバーの持ち方が持ちにくかったら自分の持ち方を模索するといいかもしれません。この流れでガード方法についてもご説明します。相手の攻撃を食らわないようにガードしなければいけないのですが、ガードには3つの種類があります。1つ目が下段ガード。これは下段属性の攻撃と上段属性の攻撃をガードできます。2つ目が中段ガード。中段属性の攻撃と上段属性の攻撃をガードできます。3つ目は空中ガード。こちらを今回ちょっと割愛させていただきます。ゲームによって異なるのですが、ACPR では基本的に下段ガードを入力しておき、中段属性の攻撃が来ると思ったら中段ガードに切り替えるというのがセオリーです。なぜかというと、基本的に下段属性の攻撃より中段属性の攻撃の方が遅いからです。ジャンプしてから着地後にすぐに攻撃してみますね。こちらが下段攻撃になります。こちらが中段攻撃になります。ということで、基本は速い下段攻撃をガードしながら遅い中段攻撃を適宜ガードするというガード方法をおすすめします。ちなみに私の動画で崩し技と表現していたのは中段攻撃のことです。そしてボタンの押し方についてですが、これは実際に押してみて適宜押しやすい指で押してください。右下の D ボタンについては小指で押す人もいれば薬指で押す人もいます。僕は薬指で押しています。またボタン3つ押しのロマンキャンセルについてですが、基本的に押し方は PKS やKSHS のどちらかに分かれています。
こちらも実際に押してみて、押しやすい方法でボタンを押してください。ただし少しだけ例外があって、入力方法によってはロマンキャンセルするボタンで技が暴発する場合があります。バイケンでは地上畳をフォースロマンキャンセルをして切れ畳をする際に KSHS でやってしまうと、入力次第では地上畳の後にフォースロマンキャンセルからの地上畳と暴発してしまいます。その際は適宜別の押し方をしましょう。私は上記の場合 PSHS でフォースロマンキャンセルをしています。切れ畳については以前ご紹介した基礎知識編で紹介していますので、そちらをご確認ください。今回はここまでになります。それではバイバイ。